あなたは愛していた相手を殺したいほど恨んだことはありますか？ 2011年12月31日、中国河南省巨匠市、深夜1時、31歳の女性チェン・アイチンは恋人と2人並んでベッドで寝息を立てていました。その寝室へ音を立てないように足を踏み入れた男が1人。アイチン、どうしてなんだ？アイチンとその恋人を見下ろし悲しげにつぶやいたその男。彼の手には包丁が握られていました。そして夜の静寂の中、何度となく響いた男女の悲鳴。アイチンとその恋人を殺害した男はその後彼女の子供たちにまで手をかけてしまいます。その家に4つの遺体を残し夜の闇へ消えていったその男。彼の正体はアイチンの婚約者だったんです。寄り添って眠るカップルとその子供たちを容赦なく殺した男に恨みを抱かせた卑劣な行為の数々とは。殺害された男女は人を絶望させることを生業としていたんです。おざすけんちゃんです。闇闇子です。闇野さん、シーシャバーやるって言ってたじゃん。はい。それでね、食品衛生管理者の資格をこんな見た目のやつなんですけど取ろうみたいな。あんたみたいな見た目でも撮ってる人いっぱいいるでしょ。今 e ラーニングで取れるんですよ。どういうこと？もオンラインで完結するってこと？オンラインでめっちゃいろんな動画見れる。それがね、一日中見ないと無理なやつ。あら。でしかもちゃんとカメラがついてて、つけてやらないといけないんですけど、最後にテストがあるんですけど、大学卒業してさ何年も経ってからテスト久しぶりだなみたいな。ちょっと柄にもなくなんか緊張してないけどオンラインだし。それはもうテストが終わったわけね。違う今動画見てる途中。勉強中？ああ、そうなんだ。でも本当にやっぱ食べ物とかってね、気をつけないといけないし、なんちゃらマフィン事件あったじゃない。なんかこう糸引きマフィンね。糸引きマフィン。あれやばいよね。まあでもなんかどうやったらさ、なんかあんなものを生み出せるんだろうっていう恐ろしいよね。まあでも焼き菓子とかね、なんかほっといたらああやってなんかちょっとねちょっとなっちゃってたりするみたいだから。でも難しいよね。レバ刺し。レバ刺しって規制になったじゃん。そうね。生のやつね。あれでもさ、店によってはさ、生で出してるとこ絶対あるんですよ。難しいよね。でも本当に危ない時は危ないらしいですからね。だから一点ね、法には意味があるんだけど、ちゃんとなんか気をつけれるとこは規制緩めるみたいな、なんかそのただ全部規制するんじゃなくて、部分的に免許制みたいに入れたらね、もっとなんかいい気はするんですけど。まあでもとにかくあなたのシーシャバーは安心して利用できるってことね。安心ですし、あとシーシャバーと関係ないんですけど、普通にレバ刺し食べたい。いいとこあります？今回は中国で起こった一家惨殺事件をご紹介します。この一家は非常にむごい殺され方をするんですが、犯人はなんとその家に住む女性の婚約者だったんです。これから結婚する予定だったのにもかかわらず殺しちゃったってめちゃくちゃ訳ありなんじゃない？これは。殺人はね、絶対に許されない行為だとしても、今回は、もしかしたらね、皆さんの中に犯人に同情する方もいるかもしれません。事件があった翌朝、現場の家に何気なくやってきた村人。その家で惨劇が起きたことは、家の外からでもはっきり見て取れたんです。惨殺された一家。2011年12月31日、中国河南省巨匠市。その日の朝、2人の女性がある一軒家の家の前へ訪れました。その家は3人の子供を持つシングルマザーチェン・アイチンの自宅。彼女の家は女性たちの井戸端会議の場となっていたんです。みんなで分けて食べるつもりだったのか、それぞれ手土産を片手にアイチンの家へやってきた2人。しかしその日、彼女の自宅はいつもと雰囲気が違ったんです。おかしいわね。村の女性が訪ねてくることも分かっているため、いつも開かれているアイチンの家の門。この日は珍しくその門が閉まっていたんです。アイチン、いないの？ノックしても家の中から返事はありません。そして2人が門の隙間から中庭を覗くと、血で濁った汚水が溢れていたんです。女性たちは慌てて警察に通報。警察が腰の高さまで溜まった汚水の中を進むと、家の中には血だまりに沈む男女の遺体が。さらに別の部屋では2人の子供の遺体がベッドの上に横たわっていたんです。庭に溢れていた水は犯人が血を洗い流すため出しっぱなしにしたものと推測されました。亡くなっていたのはその家で暮らしていたアイチンとその子供たち、そしてアイチンのいとこにあたる男性フォン・シェイウェイの4人。4人はそれぞれ刃物で殺害されており、その中でもアイチンは特にむごい殺され方をしていました。頭、首、胸などの急所を中心にめった刺しにされていた彼女は、なんと死後に局部を切り裂かれていたんです。これはちょっとめちゃくちゃ深い恨みを感じさせるような事件ね。犯人はね、近隣住民にもよく知られていた男だったため、特定は容易だったんです。
4人を殺害した犯人について警察が近隣住民に聞き込みを行うと、次のような証言が得られました。愛知の家に最近よく出入りしてた男がいて、何日か前にすごい怒鳴り合いになってるのを聞いたんです。村人が証言したその男の名はリュウ・ユンアン。彼は約2000キロ離れた黒竜江省からこの河南省まで愛知を訪ねてきたといいます。愛知とは10以上も年が離れており、一見して接点はなさそうなユンアンの存在に警察は疑問を抱きつつも彼の後を追うことに。そして長距離バスターミナルの監視カメラを追跡したところ、ユンアンは吉林省のホテルに滞在していることが判明。こうして事件から9日後の2012年1月9日、警察はユンアンを逮捕。彼は抵抗せずに犯行を認め、こう語ったんです。愛知は僕の婚約者だったんです。婚約者って言ってんのに、住んでるとこ2000キロ離れてるってどういうこと？何？それだけ離れてるって浮気されたとかってそういう話なの？いや、彼らの関係性っていうのは浮気よりもさらに悪意のあるものだったんです。結婚できない男。事件から約10ヶ月前の2011年2月、黒竜江省の建設現場で働くある男に同僚が次のように声をかけました。なあユンアン、あんた結婚は考えてないのか？実は知り合いにいい女がいてさ、紹介しようか。同僚は笑顔でそう話しますが、ユンアンはあまり気乗りしない様子。いや俺もう40過ぎでこんなだし、今更結婚は無理だろう。実のところユンアンは若い頃から喧嘩や強盗などを繰り返し、最近まで服役していた前科者。出所した頃にはすでに40歳を超えており、結婚はほとんど諦めていました。それでも真面目に人生をやり直そうと仕事だけは懸命にこなしていたユンアン。同僚はそんな彼を気遣い縁談を持ってきたんです。ユンアンは自身の身の程をわきまえているためか、同僚の話もあまり真剣に聞いていませんでした。しかし同僚からその女性の写真を見せられると、こんなに綺麗な人を紹介してもらえるのか。ユンアンは思わずその写真に釘付けに。シングルマザーで子供が3人いるんだが、1人で育てていくのが大変でいい相手を探してるみたいなんだ。話だけでも聞いてみたらどうだ。同僚が勧めてきたその女性は河南省で暮らしている31歳のチェン・アイチン。アイチンの写真を一目で気に入ったユンアンは彼女と連絡を取ることに。アイチンはユンアンよりも11歳も年下だったため、彼もあまりいい返事は期待していませんでした。しかし予想に反し、アイチンはユンアンに強い興味を示したんです。前の夫は暴力を振るう人で、そのせいで別れちゃったの。だから次は優しくて誠実な人がいい。さらに前科者で若くないことを気にするユンアンに彼女は優しくこう言ったんです。そんなに悲しいことを言わないで。お金がないなら私も働くし、年齢も見た目も関係ないわ。アイチンのその言葉に心を動かされたユンアンはすぐに彼女の住む河南省へ向かいました。そしてアイチンに直接会うと、彼はますます夢中になり、その場でプロポーズ。アイチンはお互いのことをもっと知ってからと提案し、子供たちを寄宿学校へ預けた上でユンアンの実家でお試しの同棲をすることに。ただアイチンを迎え入れたユンアンの家族はすぐに彼女に不信感を抱きました。家事は俺や家族がやるから君はゆっくりしててくれ。気を利かせたユンアンがそう言うと、アイチンは彼の実家にいる間本当に何もせず一日中寝っ転がっていたんです。そのくせ子供たちの学費が払えないとユンアンに泣きつき、お金を無心する始末。この時点でユンアンの家族はアイチンとの結婚に反対していましたが、彼は聞く耳を持たなかったんです。ちょっとなんかこの女めちゃくちゃおかしい感じしない？だってお金なんて必要ないとか言ってるくせにユンアンのお金めちゃくちゃ頼りにしてんじゃない？最初にやり取りしていた時となんかちぐはぐな印象をね感じますよね。それでもユンアンは気にしなかったんですが、ある男が現れたことで違和感を覚え始めるんです。ユンアンの実家でしばしの同棲期間を経た後、アイチンは再び河南省へ。彼女は子供が手離れした後で黒竜江省へ引っ越し、ユンアンと結婚することを約束しました。しかしそれまで待ちきれなかったユンアンは子供たちもまとめて自分が面倒を見ると言い出します。そして河南省へアイチンとその子供を迎えに行った際、彼は一人の男を紹介されるんです。私がいない間子供たちの面倒を見てくれてたの。アイチンが紹介したその男は彼女のいとこにあたるフォン・シェイウェイ。そしてシェイウェイと食事の席を共にしたユンアンはすぐにこの男に違和感を覚えました。食事中常にアイチンに寄り添い、なぜかトイレに行く時までついていこうとするシェイウェイ。二人の様子はいとこというよりもまるで恋人同士のようでした。さすがにおかしくないか？いやでも思い過ごしかもしれない。二人の距離感を不審に思いながらも、彼はアイチンといとこのシェイウェイはただ仲がいいだけだと言い聞かせました。しかし二人の異様な親密さはユンアンのただの思い過ごしなどではありませんでした。ある日の晩、アイチンの部屋の前を通りかかったユンアンは彼女のスマホから漏れ聞こえてくるいとこシェイウェイの声を耳にしました。まだお前が好きだ、一緒にいたい。誰がどう聞いてもいとこ同士のやりとりには聞こえないその言葉。ユンアンにその電話を聞かれたことを悟ったアイチンは翌朝観念したようにこう言ったんです。黙っていてごめんなさい。実はシェイウェイはいとこじゃ
ゃなくて元彼なの。彼はまだ私を諦めてないみたい。一度河南省へ戻って話をつけてくるわ。そう言うと河南省へ向かったアイチン。その後彼女は帰りを待つユンアンをよそにシェイウェイと同棲を始めました。実のところアイチュンは最初からすぐにユンアンに見切りをつけシェイウェイのところへ戻るつもりだったんです。アイチンとシェイウェイの正体は未婚の中年男性を騙してお金を絞り取る結婚詐欺師だったんです。確かに最初から騙すつもりでユンアに近づいたんだとしたら、これまでの話全部辻褄が合うわね。中国ではね、農村部に住む男性を狙った結婚詐欺ってのが横行してるんです。というわけで本日のメトラキーワード、中国の結婚詐欺について。中国では主に農村部の男性に対する結婚詐欺が横行しており、近年社会問題となっています。一人っ子政策の影響から中国では女性に比べ男性の人口が圧倒的に多くなっており、男性の約3000万人が未婚のまま生涯を過ごすといいます。そうした未婚男性の多くは売春を性のはけ口にしているのですが、農村部には売春婦がいません。そのため農村部の男性は結婚詐欺に騙されやすいというんです。女性に免疫のない農村部の男性が金銭を要求され、結婚のためならと数百万円を出してしまったなどという話もザラ。また中国では結婚に際し男性が高額の結納金を納める慣習があるため、一度結婚して結納金を騙し取りすぐに離婚してしまう事例も存在するんです。アイチンが最初の夫に捨てられシングルマザーとして3人の子供を育てていた話は紛れもない事実。彼女は美しかったためその暮らしの中でも男性から支援してもらえることが多々ありました。そこに目をつけたのがギャングのシェイウェイ。アイチンを利用して男性を騙しお金を巻き上げる方法を思いついたシェイウェイは彼女をそそのかして2人で結婚詐欺を始めたんです。アイチンのいとこを名乗っていたのは彼女のそばにいても怪しまれないようにするため、万が一騙された男性が詐欺に気づいて騒ぎ出してもギャング仲間を引き連れたシェイウェイが脅しをかけ黙らせてしまうんです。一方で長年結婚詐欺を続けるうちアイチンとシェイウェイの悪名が広がり、地元では騙せるターゲットも限られてきていました。河南省から程遠い黒竜江省に住むユンアンが狙われたのはそのためだったんです。もうアイチンはこんな姑息なお金の稼ぎ方してさ、自分の子供に示しつかないとか、なんかそういう恥を感じないのかしら。悪事を繰り返すうち感覚も麻痺していくものなのかもしれません。そしてこの後もね、アイチンはユンアンを騙し続けようとするんですが、その中で彼にとって絶対に許せない出来事が起こるんです。我慢の限界。アイチンが子供を連れて河南省へ戻った後、彼女に騙されたことに気がついたユンアン。以来彼はアイチンと連絡を取っていませんでしたが、ある時彼女の方から連絡してきたんです。子供の学費が払えなくて少しだけお金貸してくれない？当然のごとくユンアンはすぐに電話を切ろうとしました。するとアイチンはこう言って引き止めたんです。そっちでの生活が子供たちに合わなかったみたいで仕方なかったの。お願い、河南省へ来て。さらにアイチンはユンアンが可愛がっていた次女を電話口に出し、彼女の口からもおじさんと一緒に暮らしたいと告げさせたんです。このやりとりで考え直したユンアンは河南省への引っ越しを決意。巨匠市に部屋を借り再びアイチンと一緒に暮らし始めると、彼女がユンアンの子供を妊娠するまでになったんです。しかしそれはユンアンが少しだけ黒竜江省に帰省した際のこと。アイチンはその隙に彼との子供を中絶してしまうんです。一体どういうことなんだ。ひどく取り乱した様子で詰め寄るユンアンにアイチンは何も答えず、その後彼はシェイウェイが集めたギャング仲間によって暴行を加えられるんです。中絶の一件以降もアイチンとの結婚を諦めきれず村に残り続けていたユンアン。ある時彼はアイチンとギャングのシェイウェイの家に押し入り、2人に包丁を突きつけてこう言いました。今までの金を全部返すか、子供たちと一緒に俺と暮らすか、10日以内に選べ。驚いたアイチンは即座にユンアンと暮らすと答えました。しかしそれから間もない日の夜、予定より早く仕事から帰ったユンアンが耳にしたのはアイチンとシェイウェイが常時にふけっている声。アイチンがユンアンと暮らすと答えたのは完全なその場しのぎでした。そしてユンアンが聞き耳を立てていると、ギャングのシェイウェイは確かにこう言ったんです。もうすぐ新年だろ、ユンアンにまた金せびってみろよ。その言葉を聞いたユンアンはもはや怒りを抑えきれなくなっていました。2011年12月31日深夜1時、アイチンとシェイウェイが暮らす家に彼らの悲痛な叫び声が鳴り響いた。その声を聞き目を覚ましたアイチンの子供たちはベッドの上で毛布にくるまり、何が起きたのか理解できないまま震えていた。しばらくして悲鳴が止み、何者かの足音がこちらへ近づいてくるのが分かった。そ
そっと開かれた子供たちの部屋の扉。そこに立っていたのはユンアンだった。おじさん、何があったの？ママは無事なの？ユンアンが可愛がっていたアイチンの次女は彼の顔を見るなり不安げにそう問いかける。しかし次の瞬間、彼女の表情は一気に凍りついた。優しかったユンアンのその手には血まみれの包丁が握られていた。おじさん、やめて！必死に声を張り上げる次女。ユンアンは一瞬悲しそうに顔を歪ませた。どうしてこんなことになってしまったんだ。子供たちに罪はない。そんなことは彼にも分かっていたはずだった。しかし逮捕後の供述で唯一子供たちについてだけ殺害を躊躇したことを語ったユンアン。またユンアンがアイチンの家に乗り込んだ際、彼女の長女だけは寄宿学校にいたため殺されずに済みました。ユンアンは取り調べ中終始淡々としていましたが、その長女の話題が出た時には少しだけ微笑んだと言います。もう子供を思いやる心あったのにさ、なんで手をかけちゃったのよ。ユンアンは確かに被害者と言えるかもしれないんですが、子供に手をかけた時点でもう擁護はできないんです。2013年4月24日、アイチンとその子供たち、そしてシェイウェイを殺害した罪で有罪となったユンアンに下された判決は死刑。彼は控訴することもなく、静かにその刑を受け入れました。2014年10月29日、刑務所の配慮で家族との面会を許されたユンアンは涙ながらに別れを告げた家族に対し、一言こう言いました。これが私にとって一番いい結末なんだ。こうして翌年4月29日、ユンアンは死刑執行となったんです。ユンアンがそうだったように、恋愛感情は時として人から冷静な判断力を奪ってしまいます。だからこそ人の恋心を逆手に取った犯罪はいつの時代にも存在し続けているんです。あなたにはユンアンのように恋心を利用された経験はありますか？おさすけんちゃんです。ここでね、皆さんにね、重大発表なんですけど、なんとアルゴメトリー恵比寿にシーシャバーをね、オープンします。もちろんね、最高の C 社は作りつつも、店内流してる曲を流行りの J-POP とかじゃなくて、ジャズとか聴きやすいクラシックだったりとか、内装はアンティークのね、食器だったりとか、ちょっとそういう、いわゆるヨーロッパの純喫茶みたいな大人の空間をね、作っていこうかなと思っていまして、で、店内には間接照明とかでね、暗さと明るさのバランスを取りつつ、すごいね、素敵な空間を作ろうと思ってますと。ちょっと最近ね、恵比寿にある、もうすでに C 社バーとして運営しているところを買い取りまして、ただその名前とか中身でやるんじゃなくて、もう内装も全部変えて、ほぼ買い取った意味そんなないんですけど、もう作り直して、新しいブランドとしてね、やっていこうかなと思いますと。で、ちょっとそれにあたってですね、一番大事なのって、やっぱり人だと思うんですよね。お店で働いてる人だったりとか。ね、内装とかもね、大事なんですけど、やっぱり人だよねっていうところで、というわけでこの度、恵比寿の C 社バーのですね、オープニングメンバーを募集したいと思います。基本的にはね、C 社を作ったり、あとはお客様にね、お話ししたりとかして、そういう接客を含めてやってもらうっていうところと、あとはね、頼れる方がいれば、店長っていうポジションもね、やってほしいなと思ってます。なので、オープニングメンバーとして、そういったね、ところで C 社が好きな方だったり、そういった方がいましたら、今ね、C 社バーでまさに働いてるよって方もいましたら、ぜひね、一緒に働きたいです。で、僕の目標としては、いわゆるYouTuber が開いた C 社バーだから人が来るよね、みたいな、そういうのはやりたくないんです。もちろんね、皆さん来てくれるっていうのは嬉しいんですけど、なんかそこに甘えたくない。本気で来てくれたお客さんに、別に特に YouTube 知らずに、フラッと立ち寄った人にも、また行きたいなって思ってもらえる、そういったね、空間を作りたくて、そのためには C 社好きでとかだけじゃダメで、来てくれたお客さんに最高のね、おもてなし、体験をしてもらおうっていう、そういうホスピタリティっていうのがすごい大事で、だからある意味 C 社の経験ももちろん大事なんですけど、なんかむしろそういった人間性だったりとか、そういった思いに共感してくれる方と僕は一緒に働きたいなって心から本当に思ってて、もうそういうのを楽しめる方、そういうのに情熱を持てる方、お客様にね、感動してもらえてっていうね、そういう空間を作りたいなっていう、そういう熱意がある方、共感してくれる方ね、ぜひね、概要欄、もしくは固定コメントからね、ご応募いただければと思います。ぜひね、一緒に最高の空間を作っていきましょう。よろしくお願いします。